皆さんおはようございます。あちおチャンネルのあちおです。今回は私たち新婚カップルのモーニングルーティンを紹介しようと思います。主に私のルーティンにはなってしまいますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。起きる前にモーニングチューをして、私が先に起きることが多いです。まず起きて一番初めにすることは、すべての部屋のシャッターを開けます。イタリアの家ではすべての窓にシャッターがついていることが多いです。はい、朝一に全部のシャッターを開けると同時にもう一個やることがあるんですよ。それがこのお風呂場に行って、この温水をね沸かす装置があるんですけど、今ちょうどスイッチオンにしたんですけど、このスイッチオンとオフ切り替えられるんですけど、オンにしないと家のねお湯が出なくなっちゃうので、これは朝一にするようにしてます。おはようございます。ちょっと朝一ですごい人相悪いですけど、朝一にねまずすぐコーヒーを作るようにしてます。コーヒーはこちらのマシーンで作ります。こちらなんですが、去年のクリスマスにプレゼントしていただいたもので、本当に重宝してます。ちなみに今飲んでるコーヒーはこちらです。本当にフィルターに通すだけでねすぐコーヒーができるので、かなり便利なんですよ。コーヒーを入れたフィルターをこのマシンにセットして、その後でカップを下に置いてスイッチを押すだけで簡単にできます。ちなみにイタリア人は結構苦いコーヒーを飲むんですが、私はアメリカーノが好きなのでお湯をなみなみ入れます。イタリア人曰くこれは邪道だそうです。朝のコーヒータイムは完全に無心で飲んでます。何も考えてません。だいたいこういう感じで飲んでる時に夫が起きてきて軽くハグをして、その後から夫の分のコーヒーも作ります。もちろん彼はイタリア人なので苦めのコーヒーを作ります。あれ、ミルクと砂糖入れようか？ OK。 Bonjour。フランス語かい。彼はこだわり派なので、砂糖の分量だったり砂糖の種類、ミルクのね脂質のパーセンテージなんかもこだわる感じなんですよ。まあめんどくさいタイプなんですよね。朝ごはんはだいたいこんな感じです。結構典型的なイタリアの朝ごはんだと思います。イタリア人は結構朝甘いものを食べます。私は今ファスティングダイエット中なので朝ごはんは食べていないんですが、ささやかな楽しみとして彼が40年後どういった生活疾患を患っているのか考えるのが結構楽しみになっています。これ何の番組やってんの？これはジプシーの結婚式について朝からハードね、ちょっとジプシーの結婚式って。この番組はいつもでも今朝8時でしょ。8時からこんなハードなのやるの？もう多分ループで流してると思う。なるほどね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝食後はすぐにお皿を洗うようにしています。私たち夫婦の家の仕事の役割分担は特に決まっていなくてですね、できる方ができる時にするというスタイルをとっています。この日は彼が忙しかったので私がお皿を洗っています。基本的に私は家事、洗濯、掃除すべてが嫌いなので、かなり不機嫌な顔してやってると思います。洗った食器をどこに置いているのかというと、イタリアの家では基本的にシンクの上にこのような水切りの棚があるので、基本的にはそこに入れています。これからシャワーを浴びます。 YouTube は規制が厳しいので露出はこの辺りまでとさせていただきます。商品紹介の依頼が来てるわけではないんですが、ちょっと私の使っているシャンプーをご紹介すると、こちらのニベアの敏感肌用のシャンプーを使っています。というのも、イタリアの水が硬水で私の頭皮とあんまり合わなかったこともあって、かなりフケだったり乾燥が目立つようになってた時期があったので、最近こちらを使うようになりました。その他にシャワー事情で頭を悩ませているのが、シャワーで使えるお湯が決まっているというところなんですね。なので一人が使いすぎてしまうと水になってしまうという、なんとも厄介なシャワーなんですよ。
シャワー後のスキンケアとしてはこちらのローズウォーターという化粧水を使っています。最近アラサーに近づくにつれてお肌が衰えてるなというのを感じているので、最近ちょっと頑張ってスキンケアしています。残った化粧水はこんな感じで頭に叩き込むことが多いです。やはり頭皮も乾燥してしまいますので、それを防ぐためにやっております。保湿のクリームに関してですが、こちらを使っております。インドで15個入りで買ったものなんですが、当時インドのおばちゃんに安いよ安いよって言われて買ったものの、15個も使い切れないのでイタリアに来た今でも使い続けています。私の髪は結構ゴリ方バリ方で剛毛なので、しっかり念入りにドライヤーします。最近は外出することが少なくなったのでワックスなんかつけないでそのままで過ごすことが多いです。その後歯磨きをします。歯磨きは結構朝昼晩とするタイプです。誰得って感じの動画ですけどね。今日は夫のアレが忙しかったので私が家の仕事をします。ベッドメイキングをすることで睡眠の質が上がるという記事を読んだので、私も極力ベッドメイキングをするようにしてるんですけれども、会社員時代からやっつけ仕事だったり仕事は早いがミスが目立つ私はベッドメイキングに関してもご覧の通りそんなに丁寧にできていません。最近は外出自粛中なので午前中に家の仕事を終わらせることが多いです。この日はちょうど洗濯物が溜まっていたので畳んでいます。こちらが我が家の洗濯機おふるちゃんです。イタリアは基本的にドラム式が多いと思います。イタリアの洗濯事情で驚いたことは、洗濯物をお湯で洗うのが一般的なんですよ。洗濯機にもいろいろと温度設定がついていて、うちのは確か30度から95度まで10度刻みくらいであったと思います。合わせてこちらが今使っている洗濯用洗剤と柔軟剤です。イタリアでは洗剤の種類が豊富で、例えばイタリアの水は硬水なので、その水に含まれる石灰を溶かすケアアイテムのようなものや、水で洗っても汚れが落ちる洗剤、白いもの用、黒いもの用、素材別なんかいろいろあって、未だに私は理解できていません。オールインワンでいいんじゃないかなと思ってますけどね。出た。お風呂どうだった？暖かかったね。あ？暖かった。暖かかったでしょ。暖かいとみんな言うよ。暖かかったって言うんだよ。みんな暖かいと言うよ。暖かかったよ。暖かったと言う。そしてまたすぐ仕事に戻るこの人。そうだよ。せっかくベッドメイキングしたものを直している夫のあれ。いつも私のやること気に入らなくて後からこう直してくるんですよね。特にベッドメイキングとか掃除とかこういう酸とか触ってほこりがあるみたいな、結構口うるさいタイプなんですよ。だいたい家の仕事は10時頃に終わるので、10時から12時までの間に仕事だったり勉強するようにしています。最近は外出制限で外に出られないので、日の光を浴びることも考えて窓辺に行ってパソコンと机椅子をセッティングして仕事をするようにしています。よく質問でどんな仕事をしていますかと聞かれるんですが、今のところ私はイタリア国内で仕事を見つけることができていないので、日本で行っていた仕事をそのまま引き続きオンラインで行っています。今後はイタリア語ももうちょっとブラッシュアップしてイタリアで仕事が見つかればいいななんて思っています。ずっと同じ場所に座っていると集中力が続かないので、たまに場所を変えたりしながら勉強と仕事っていうのを交互に繰り返してやっています。イタリア語の今後の目標なんですが、今年中に B1、B2 レベルまで行きたいなと思っています。はい、という感じで主に私のモーニングルーティンでした。いかがだったでしょうか？どうだったアレさん？いつも通りだったね。基本的に私が洗濯することもあれば、アレが洗濯してくれることもあるし、私はあんまり掃除が得意じゃないんで、掃除に関してはアレが結構することあるんですけど、そうだよ。そんな感じです。ということで皆さん、チャオ。
チャオチャオって言ってよ。